バッグに浮かんで消える。ジョーは50年前、半世紀も前の作品だからね、そうですね。私が書いた頃に実際少年マガジンで読んだりテレビで見たりした人たちはもう団塊の世代だから、そうなんです。もうおじいちゃんになっちゃったのかな。おじいちゃんまでいないですけど。多分そのお父さんかおじいちゃんかが息子や孫に見せてくれてんじゃないかと。そうやって親子とそうやってね、続けて読んでくれてるっていうことはもう本当に漫画家冥利に尽きるというか、物書き冥利に尽きるというかね、本当に嬉しいですね。ジョーを書いた頃にちょうど私が漫画家になって20年ぐらいかな。もういろんな疲れがね、やっぱり漫画家っていうのは不規則な生活をしてるでしょ。でしかも週刊誌になってから今までは月刊誌のペースで我々生きてたんですよ。月刊誌で毎月毎月大変な時期はあるけど、書くとしばらく1週間ぐらいポカッと休めるというね、そういうサイクルで生きてたのに、週刊誌になったらね、もう書いて原稿渡したらもう次の締め切りがこう来てるんで、大変なことで疲れがちょっと出てた時期と重なっちゃったんですね、ちょうど。それと原料だとかいろんなことでそのキャラクターの気持ちになってるうちに、私自身も十二指腸潰瘍とかいろいろね、疲れがそういうところ出てきちゃったんだね。まあだけどその疲れが出て私が参った時にこういろいろこうなんかこう考えたことがその作品に生かされたんじゃないかなと思うし、梶原さん自身もね、お話を作るのがやっぱりもう疲れてきたりなんかしてる時期だったんですよ。大体デビューが一緒ぐらいですから、だから多分梶原さんも大変な忙しい人だったから、すごく疲れが出てきてっていう、だからそういうことがいろんなものがこう重なってこう化学変化、化学反応を起こしてこういう作品ができたのかなという気がしますけどね。そうですね、これはハリスの風とか、俺が鉄平だとか、いろいろ書いてる。みんなね、だんだんね、可愛くなってくると、可愛く描いちゃうんですよ。だから例えば分かりやすく言うと、五頭身のキャラクターだったのに、どんどん描いてるうちに可愛くなってきて、三頭身のね、コロコロした可愛いキャラクターを描き始めるんで、要するに成長が逆になっちゃう。最初大きい中学生だったのがなんか小学生みたいになって、そのうち幼稚園みたいになってコロコロねっていうのがジョーの場合は逆で、普通のその中学生ぐらいだった男の子がだんだんこう成長して少年が青年に変わっていくんですよね。でこれは何回目だかちょっと覚えてませんけど、扉の一枚なんですよね。だけどこれちょっと大きくすると分かるようにひげが生えてきてる。あ、ジョーはもうひげ生えてるだろうなとかね、無意識のうちに書いちゃうんですよね。それで私は書いて忘れていたんですが、そうしたらその手紙がいっぱい来て、ジョーがね青年になってきてる、男らしくなってきてる、ちょっと野生味がね、その大人の野生味になってきてるとかっていうような手紙が感想文が来たりなんかして、キャラクターがね成長していくキャラクターってのは初めてだったんですね。不思議な作品ですね。でその梶原さんと一緒に作ってたんだけど、梶原さんがジョーの少し生えたひげを見てね、リアルに感動したと、感動してくれて、ますますこう筆が乗ってくれてね、その後半の話がどんどん面白くなっていったんだと思います。お互いになんかこう刺激し合って引き出し合ってね、いったんだなということは感じますね。のりことたった1回のデートをさせたことによって、その編集さんが見つけてくれて、のりことのデートのシーンをね、回はもう一回読み直してくださいって言われたの。私は書いたもの読まないんですよ。一回書いたものをもう一回読むとね、直したくなっちゃうんで苦しいんですよね。読まなかったんだけど、これだけは読んどいてって、そののりことのデートシーンを。でそれを読んだ途端に、今までラストシーンが浮かばなくてどうしようかっつって、もう梶原さんに電話したり、アシスタントにみんなにね懸賞金つけるからラストシーンのヒントだけでもいいからね、なんか浮かんだら教えてくれって言って、弟たちにみんなに頼んでね、だけどなかなか出てこないね。だけどそののりことのデートのシーンをね読んだ時に、小さなコマですけど
真っ白に燃え尽きたんだよっていう手をねちょっとこう描いた場面があるんですよ。この小さなコマなんですけど、それ自分も書いてて忘れてたのね。でそれをもう一回読み直した時にラストシーンがふっと浮かんで一気に最後書けたんです。小さなコマにねこうジョーがね手をこうやって何にも残らない真っ白に燃え尽きて、もう全部燃え尽きた4センチか5センチ四方の小さなコマなんですけど、わかりますわかります。そうそうね、いろいろたくさん絡んでるからね、で離れてる時の断片が好きなんですよ。おにぎり作ったりとか、そうなんかひたすらジョーのことをずっと心配してたりね、はがきを書いたりなんかそういうところがね本当に酔っ払いがと思うんだけど、そういうところはすごくジョーを愛してるんですよね。もうね喧嘩するし親子でねぶつかるし、そうですね、同じやったりなんかするんだけど、どっかにこう愛情が残っててね、そうなんですよね。だんだん理解していく、ああこんなに俺のことを心配してくれてたんだっていうことをね、思ったりなんかするようなね、どんな気持ちでおにぎり握ったごつい手でね。ジョーといろんなねライバルたちと戦ったりなんかするところももうそれこそね、なんていうのかな、やっぱりキャラクターの気持ちにならないとねその感情を込めて描けないんですよね。だからリングの上に戦ってる時はものすごくやっぱり辛くて苦しいんだけど、リングを降りて、ドヤガネの住民たちとふざけたり子供たちと遊んだり、それからハワイへで帰ってきて子供たちにお土産あげたりなんかして、バーって歓迎されて、迎えに来られて、ああいう場面描いてる時はすごく私自身もホッとしてね、やっぱりね、くつろいで楽しんで描いてました。私自身はね、書いてて非常に締め切りやなんかに追われて、あるいは内容がほら非常に、殺伐とした時とかシリアスだったし、きつかったんだけど、そういうところですごくホッとしたりね、くつろいで、また次の試合に立ち上がるジョーをかけるきっかけっていうかね。そうですね、ちょっと小休止。そうですね、すごいですね。はい、完成しました。久しぶりにジョーを描きましたけど、うまく描けたかな。これ皆さんが見てね、あ、ジョーだと思ってくるかちょっと違うなと思うか、だけど私は今元気なジョー、それから可愛い幸を描きました。